もううちの子供も8歳よ。毎年けなげにサンタさんへ手紙書いてんだけど全然来ない。横で見る孫娘も同い年。ハラハラドキドキの始まりです。皆さんこんにちは、ミステリーマープルです。今日はハラミちゃん番外編、私の中のラミネート過去、小さい頃は神様がいてです。ハラミちゃんが小学3年生の時に描いた夏休みの絵を以前ナンバー76でご紹介しました。私には全く同い年の小学3年生の孫がいます。この夏、とにかく楽しい珍エピソードが勃発しましたので、YouTube に大切に保管してみようと思います。ママミちゃんが大切にラミネート加工されたように。前回お話ししたチョコプラのコント、もしもピアノが弾けたならに注目していたこの夏休み、中学男子の孫が今面白いのはチョコプラと私に話し出したんです。偶然趣味が一致して本当にびっくり。確かにチョコプラは YouTube で大人気。チャンネル登録者数は197万人だそう。そこでこのチャンネルの編集レイモンちゃんがチョコプラの YouTube を私と孫たちに見せてくれました。彼がサムネとタイトルだけで選んだのは、記録映像悪質クレーマーサンタが来ないというネタ。結論から言うと、これが腹筋崩壊と8歳の孫娘へのハラハラドキドキの始まり。以下冷や汗ものの感想のためにネタバレを含みますので、コントを先に見たい方は説明欄の関連動画からどうぞ。ネタは土建屋さんの長田さんが「すんません、ちょっと来ないんだけどどうなってんの?」と役所に怒鳴り込むところから始まります。鉢巻き姿ですが、顔にはモザイクがかかっており、悪質クレーマーという設定。ところがそのクレーム内容が毎年待てど暮らせどあいつが来ない。誰のことかと思ったら、どうやらサンタクロース。こわもてに出ながらも内実はピュアで、何かやったかうちの家がととても心配している様子。曰く、もううちの子供も8歳よ。毎年さ、けなげにさ、サンタさんへって手紙書いてんだけど全然来ない。私の横で見る孫娘もちょうど同い年。ハラハラドキドキの始まりです。毎年出してるよ手紙。あれどこ行っちゃってるんだろうな。それは見てないということですか？だってあれサンタ用じゃん。見るわけないじゃん。サンタさんしか見れないんだから。あ、なるほど。対応するのは役所職員の松尾さん。はじめは何と言っていいかわからず、すべて受けに回ります。長田さんが一応住民票と印鑑持ってきたから確認してよ、ちゃんと住所を。国民健康保険も入ってんだからさ。松尾さんははいありがとうございますと、なぜか書面に目を通し、やがて今日は一旦使わないと思いますと丁重に返却。長田さん曰く、ずっと来ない。まあ1歳2歳はしょうがないとして、3つぐらいからはもう来るのかなと思ってた。いい子にしてたら来るよって言って本当にいい子にしてたけれど、来ないから自分の子供がいい子じゃないんじゃないかって疑ってしまったと。それは悲しそうに。ここで一緒に見ていた孫娘、来ないお友達もいるんだよ。そうと私、二の句が告げません。柔らかな物腰の松尾さんが仕切り直します。ご自身が小さい時はサンタは来てました？来てたよ。小学校の時は来てたよな。中2くらいからかな、来なくなった。それぐらいですよね。どうしちゃったのかなと思って心配になっちゃって。俺もね、中2から荒れちゃったから、多分それもサンタさん見越してかなと思ったのよ。
喧嘩とかもやってたから、それを見てたんだろうな。松尾さんの思う方向になかなか話が進みません。ちょっとはしょりながらお話しすると、うちの親父がサンタ？そんなグローバルな仕事してたのあいつ。じゃあなんで孫のところに来ないの？おかしな話じゃん。と長田さん、さまざまな家庭の配慮もあって身近な人がなると松尾さん、マイナンバーで紐付けされてんの？いや、それ通知来てないですけど、いいで来てるの？もキラーワード、e-tax とかのいいですね。最終的には確定申告とかもだけどさ、習ってないんだけど教えてよ、ちゃんと義務教育で。とサンタクロースと確定申告が並列に一理ありますし、松尾さんの柔らかさと長田さんの強さ、15一体となった名演技は見もの。娘への切実な愛とこの土建屋さんのピュアさから来ているので、とても上質な泣き笑いのようなネタなのですが、そこに純粋な孫娘と一緒に見ている私たちの状況も加えて想像してみてください。私もレモンちゃんも内心ヒヤヒヤ。中学生のお兄ちゃんを見ればチョコプラのやりとりに吹き出しつつも、途中から妹をそっと気にかける視線、大人になったなと感心したり、いろいろ現場の大混乱がお察しいただけるでしょう。その後のパパママへの手前もあるし、本当に困りました。チョコプラさんにもこのハラハラ感分かっていただけるかしら。映画には PG12、12歳未満、小学生以下の鑑賞には注意が必要というマークがあるので、ちょっとそれは欲しかったかも。このビーズの指輪はその孫娘からの手作りプレゼントですが、この話は今度はその孫娘が小学生の娘などを持った時に改めて見てもらえたら嬉しいなと、タイムカプセルのように保存し、皆様と共有させていただきますね。100年分の夢と魔法を映画館の大スクリーンで。付録レビュー。今日はゴディバのミニトートアンドロージー2022年9月号の付録で、表紙は菅野美穂さん、ネイビーにゴールドロゴ、パープルのハンドルはゴディバの50周年パッケージをオマージュ。ペットボトルがすっぽり入る使い勝手のいいサイズ感、マチが深くお弁当も平置きできます。保冷ポケットは取り外しできませんが、ゴディバの定番チョコレートが2箱も入るビッグサイズ。2022年が50周年、1972年にアジアでは東京の日本橋三越に初進出。それでゼロの中には日本橋が。鮮やかでさすがのカラーリング、きれいめの生地なのでゴールドの文字も映えます。ベルジャムって書いてある。ゴディバベルギー1926、この50の日本橋が素敵。チョコプラのコンビ名は2人が好きな言葉を持ち寄ってつけたそう。松尾さんがチョコレート、長田さんがプラネット。そんなチョコレートプラネットにぴったりなゴディバでした。チャンネル登録、いいねボタンは喜びます。ではではまたね。